おはようございます。小木曽です。今日はですね、4月の6日かな、熊本の高森というところに来てますけども、そちらの方の桜を描こうかなと思います。こちらなんですけどね、こちらを描こうと思っております。ちょっと肌寒いので、アクリルで、行こうかなと思います。さあどうなることか。こういうねぐちゃぐちゃとした風景を、どうやって描くのか、皆さんも楽しんでみてみてください。エイジアの人が結構いますね。アクリルで行こうと思います。今もう肌寒いですけど5時前なので、ちょっと急いで1時間ばかり、で一気に行こうと思います。もうしだれ桜と菜の花を、透明水彩でもいいんですけどちょっと乾かないでしょうし、ちょっと立てた状態で行きたいので、こちらの方は菜の花これぐらいでええかなと。やっぱ幹面白いですよ。皆さんだいたい黒い幹描いてますけど桜の幹面白いですよ。皆さん黒いの描きすぎ。これはしだれやからかもしれませんけど、ソメイヨシノとか見てても黒ではないと思うんですけどね、意外と皆さん暗い色をドンと置きすぎてるんちゃうかなと思います。この辺とよいしょ。台湾の人かな。こんなここ観光地になってると思わんかったもう僕は何年も前から知ってましたが、造園会社がやっていてこうなっててね、ビューッと道とかがバーッと桜並木になっていてですね、前から知っていますが寒い。アクリル絵の具はちょっと私がよく使う、色を出していってます。黄色はカドミウムイエローですね。ちょっと寒いですね。10度ぐらいか。青はフタロブルー、マースブラック、グリーンが、カドミウムグリーン、緑ですね。合うかなピンと。赤青黄色白がチタニウムホワイトで、カドミウムレッドに、空がね本当はね青空やったらよかったんですけど、カーマイン、これでピンク作ります。カーマインでですね、ピンク作ります。サビ白、あと茶色あればいける。バーンとシェンナ、あと茶色ですね。こちらこれでいけると思います。まずですね、形の位置もうこれぐらいのハケでいきます。であんま水はつけない方がいいです。もう、確実に乾きませんので、乾きませんのでね。木の位置、寒い、失敗した。ジャンバーを家に置いてきてしまいました。黒ではないですよね。やっぱね、皆さん写真撮ってやっぱり黒く見えているのか、黒にしてしまったらね、で緑の位置とかもこの辺りに道があるなとか、そういう認識だけはしておいて、もうあまり水はつけずに、で少し深い青なんかあったらそういうところは少し暗くしておいて、この辺かな。こういう寒い時はアクリルはじゃないと厳しいです。逆に透明水彩結構大変です。もうちょっと日が沈みかけてます。その状況でも描きます。で、どちらかというと影の色になるような色を緑今選択して置いていってます。でここの桜の影みたいなのは
ちょっと紫がかったような色かな。でちょっとこれは濃すぎますね。よいしょ。おお、寒い。このぐらいの色かなと。土台になる色を置いていってます。で紙の白さが一番のハイライトになっているので、なるべく早く塗りつぶすようにしてください。アクリルの場合なんかね、特にね。さあ日が沈むのと勝負ですね。で空の色みたいなのは、これぐらいかなと。失敗した。洋服をジャンバー置いてきてしまった。寒い。よいしょ。紙の白をある程度塗りつぶします。最悪な感じですね。雨が降ってきましたね。いろんな最悪が重なりだしましたね。大急ぎで行きます。はい。雨降ってきた。まあこういうのも含めてね、私の YouTube ですからね。このベストコンディションなんかはない。よし。なんとか埋めましたね。なんとか埋まりました。よいしょ。よいしょ。まあパレットはこうまめに掃除した方がいいですね。もう一回幹の形をもう一回、取り直してます。で暗いところとかはですね、ここに来てて、本当はこの辺やねとかね、向こうに見えるとここやねとか、全部をぐーっとこう、ベタっと塗るんじゃなくて、ポイントポイントを押さえていく気持ちで、ここに木があって、辺に緑の濃い緑があるなと、ここやなとか。よいしょ。少し明るめの緑があるなと。よいしょ。これぐらいになってきて、少し乾くの本当は待ちたいんですが、もう雨が来そうなんで菜の花をですね、少しかなりレモンイエローみたいな感じですけど、筆のこう先端とかうまく使いながらですね、こういろんな方向にこう持っていきながら、完全に時間と勝負ですね。はい。もう雨雲があの辺に忍び寄ってきてます。もう奥の方は、すごくこう細かいですね、なってて、細かい、菜の花になってて、もうちょっとレモンイエローっぽいのが出せたらよかったですけどね。僕が使ってる基本的なやつだと少しその明るい黄色みたいなちょっと出にくいところありますね。こんなところで描いたらやっぱやばいやつやっていう感じでね。少し乾いてきてるので、空なんかも14分。ちょっとねパレットの混色を見せれないのが残念ですけど、空の明るい色とかを少し置いておいて、3目ザザザザザ、このぐらいになってきたらちょっとこのピンクのね濃いところの方先に描きましょうか。この辺がいいかな。安いちょっと筆とかね、毛先を少しこう潰すようにして、ちょっとまず濃い色を置くような気持ちで、描いていきます。もっと毛先が広がってるのが良かったですけどね。
綺麗ですね。ああ、もうまだ10分しか書いてない。もうなんとか寒なってきたんで。いや全然ダメです。いや、こんなんでいいとか言われたらね、恥ずかしいですよね。少しこう書いた上にこう乗せていくような感じで、よいしょ。緑のとこなんかもね、もう一回ね。やばいね。ダメだ、暗なってた。無理か。皆さんもね、こう想像以上にちょっと白多めにしました。今度はね、想像以上にタフな状況でも私は仕事をします。それがプロです。当然です。ちょっと明るいのとかを入れながら、これくらいになってきたら少しこう先端がある程度細いような筆とかを使って枝を少し描いていきましょう。まあこれいつも言ってるようにこう全部をビューッと描きすぎやんように、先端の方はこうビューッと出てきてますので、ダメだね、もう暗すぎるね。難しいな、今日は無理かな。さすがの私でも、闇の中で絵描くのはやっぱ無理ですかね。もうちょっといけるかと思ったんですけどね。これはもう謝罪ですね、皆さんにね。少し枝を入れていきながら、寒さとの戦い。少しこう細い枝とかがヒューッとしだれているという状況を描きながら、もうちょっと粘ったるぞ。しだれていますね。少しこうしだれているという状況を描きつつ、ですね、暗なってった。カメラは多分補正してくれて明るく映ってると思うんですけど、ものすごい暗いですね。ピンチの時にも描くというこのね、根性。黄色とかの今度はまた緑を置いて、この黄色の点をまた複雑にしていく筆色分割法みたいな感じですね。もうお客さんもほぼ帰ってきました。ここはあれなんかな、駐車場は遅まで行けんのかな。寒さとの勝負でございます。いや、平日の金曜日でもこんな人おるんやから、明日土曜日ですけど、偉い人おるやろな。どうしましょうかね。気合い入れてるよね、なんとか寒さも飛びます。現在23分経過。考えられないね。ちょっとしだれさんの方また描いていきましょう。ちょっと点を多く打っていくような感じで、ちょっとちっちゃい点ですね。ちっちゃい点の暗い点をまず打っていきましょうね。何時までここやってんのかな。駐車場を閉じるような雰囲気もないから大丈夫やと思うんですけど、少しこう暗い緑なんかもあるところにはこう置いていったりとかして、ですね、そうするとこう塗り残ったところに明るい葉っぱがあるような感じにも見えてきますので、少しこう暗い色とか地面の土とかね、そういったところも追い求めながら、よいしょ。こういう時はね、アクリル絵の具、ゴミ袋持ってこなあかんですよ。アクリル絵の具は重宝します。よいしょ。まず濃いピンクから置いていって、いよいよちょっと細かい筆も使っていきます。もう寒さに慣れてきました。はい。頭がちょっといかれてきましたね。で、少しこう明るいやつとか、明るい、花とかを、ね、もう、ものよりも
多く描かないと大体こういう絵って寂しくなるんですよね。思ってるよりも手数を入れていかないと、寂しなります。枝とかもですね、思ってるよりも多く入れながら暗い枝をまず描いて、後で明るい枝を描いていくと。暗いところね、この辺の暗いところ、そして手前にせり出てきてる枝、手前にせり出てきてる枝、この辺まで来てますね。で枝の少し明るい色とかも少しこう寒さになんか慣れてきたな。これが風邪をひくパターンなんでしょうね。はい。また菜の花を描いていっています。もう無数ですね。まあ、あとはもうひたすら密度を今度上げていく作業にね入っていきますけど、奥の方の菜の花っていうのはちょっとこうちっちゃい点が多くなってきて、手前の方は少し大きい点が増えていくという感じですね。で明るいこうのも描きながら、だいぶこう点で増えていきながら、なかなかこう見せ場とかを決めるには難しい絵なので、この辺も無数に点打たなあかんね。失敗した。濃いこうピンクの上にこう明るいのを置いていくと、そのピンク明るさがより目立ったりですね。ちょうど30分31分ぐらい経過ですね。書き出して、30分でねここまでなんとか持ってくるというこのね寒い中で、暗いこう枝を描いといて、後で明るい枝を描くと。点打った後にまた、枝を描いて、まあ黒ではなく青とか茶色とかを入れながら、前にギューッと来てるやつは線で描いてあげたり、少しこう幹のとこのこう複雑なこうね質感みたいなのも出しながら、少し暗めの緑みたいなのをちょっと置いて、画面の中でですねこうちょっとピューッと。まあ、スケッチは本当に一番結構敵なのは、まあ雨ですよね。次は寒さなんですよ。じーっと意外としてるから、これは完全に私のミスです。1時間ぐらい楽勝やろうと思ったらやっぱり、ダメでした。皆さんもスケッチに行かれる際は思ってるよりも傍観をしていってください。思ってるより傍観しないと私みたいに後悔をします。で第3はやっぱり天気ですね。天気というかこう光ですね。もう完全まさに今、曇ってまして、ギリギリ雨は回避できましたが、今三重苦の状態でおじさんは絵を描いております。三重苦ですね。皆さんもね注意してくださいね。で手前の方はちょっとこうよく観察して、描いてあげたりとかしてもいいかなと。花のつき方とかね、葉っぱとかこういったものを少しこう観察とかしながら描いてもいいかなと思います。さべ絵描きは楽な仕事じゃないんですよね。やっぱりうわまた冷たい風が、うわ冷たい風が。で奥行きにねここのところから奥にこう抜けていく感じがこう描けたらいいですね。ここのところにだから細かい点がこういっぱい入ってくるのが一番理想的なんですね。細かい点がいっぱい。ただおじさんの体温の低下との戦い、どっちが勝つのか。
でちょっと明るい枝を少しですね、また入れていってみて、暗い上に明るい枝が前にこうギューッとせり出てきているなとかっていうところを少し描いてあげたり、ね、少しずつ解像度が上がってきているの分かりますよね。だいぶマシになってきましたね。初めは半泣きでしたがなんとかなってきました。そしてこういう絵の具筆のストロークみたいなのとかもやっぱりスケッチの醍醐味やったりしますので、上手に描けなくてもなんかね自分らしく、そういったものができてくるというのも大事なことかなと思いますよ。もうとにかくでまた隙間産業的に隙間のところから見える枝を描いてもう繰り返しとるんですね。上の方に伸びている枝を描いて、で画面の構成を見てですね、動きみたいなのとかももう一回見直してみたりとかしてですね、ちょっとずつ密度がね上がってきて、ますね。すぐ風呂入ろう。もう速攻入ろう。また暗いのもう最後はねちょっとあと10分ぐらいでなんかもう多分体力の限界来てますので、やっぱり自宅で僕なんかもずっと描いてきて、屋外でもだいぶ描いてきて描けるようになってきましたよ。特に屋外がだいぶ描けるように、前よりも思ってる以上に自分の中ではイメージに近いのが描けるようになってきてますので、やっぱり訓練は必要なんちゃうかなと思います。ね、皆さんもねいきなり描けるっていうことは絶対ないです。やっぱり現場でもこうやってね訓練して、3、40分で描いて、寒い中でもいろんな中でも描けるように、これぐらいまで来たら、自宅とかでもねある程度書いてもええかなというふうに思ったりする僕の場合はこの段階ですね。でももうやらないです。やっぱりその現場のね面白さみたいなのを損ないたくないので、自分の中の記憶として留める意味でも僕はこれぐらいでこれ自宅とかでは書かないように最近はちょっといじりますけどね。どっちやねんって感じですね完全にやらないとなんか決めてしまうのもねなんかね、いい感じになったな自分で言うんかいってね。構成ちょっと考えたいですよね。右下の方はちょっと弱い気がするので、右下とかも少しここにグッとなんかね暗い色かなんか持ってきたくなりましたね。これよくねあれで鬼高評会とかで、やってますよね。隙間産業的にちょっとグッ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 とね。ちょっとなんかせり出てきてるところがあるんですね、この辺にね。でせり出てるっていうかで、そういうところはちょっと引き締めてあげるとこっちの方とこっちの方のバランスみたいなのがね良くなってきますので、ギュッとググググッと寒かった。でもここに大きな作りの木枝みたいなのはやっぱ見てますけどね。という感じでいかがだったでしょうか。45分ぐらいですけどね、まだまだ点描を打ちまくりたいなと思うんですけど、やっぱり限界が来ました寒いですカドミウムレッドは一切使わなかったですけど、最後サインをですね入れておいて、現場でですね描くこういった状況を描く
少しコツが皆様にお伝えできたのではないかなというふうに思います。寒かった。ピッ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 と45分ぐらいで描いた作品でございます。悪ないんじゃないですか。このクソ寒い中描いたしだれ桜ということでございました。以上です。ご視聴ありがとうございました。以上です。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。いい子問題だ。2号チャンネル登録よろしくね。